日本という国に住んでみてどうですか？皆さんは電車に乗ってコンビニに寄って静かな夜を迎える、そんな何気ない毎日が続いていますよね。でも実はその日常を見ただけで興奮が止まらなくなる韓国人たちがいるんです。僕もその一人でした。どこで何を見てそんなにって思いますよね。今日は SNS で見つけた3人の韓国人の投稿を紹介します。舞台は東京、名古屋、松山、台東会から地方都市まで日本の普通を一緒に覗いてみましょう。きっと見終わった後、今の日本が違う角度から感じられるはずです。一つ目、東京。何も起きてない毎日に心が揺れた話ということです。最初の投稿ですね。3日間の東京旅行を終えた韓国人の物語です。日本語に訳しながら僕の解説を入れていきますね。3日間の東京旅行まとめ。1つ目、東京の空。日本はどこへ行っても空がすごいって言葉が出る。晴れていても空気を楽しめない韓国の天気とは違った。晴れても外で活動できない国もあるんですよ。韓国、特に首都圏は PM2.5 や放射で晴れていても空を開けられない日が年に何十日もあります。二つ目、静けさ。内向的な自分には日本が合っていた。東京ですら韓国、ソウルの軽音とは比べ物にならないほど静かであった。東京って世界最大級の都市ですよね。人口約1400万人。しかしながら電車の中、夜の住宅街、カフェ、音が人を攻撃してこない。ソウルはエネルギーが強い分、常に音が前に出てきますね。夜遅くまで営業する店、お酒を飲む人たち、暴走族もいるんですけどね。3番目、丁寧さ。生活様式すべてに丁寧さがあった。韓国人には固く感じるかもしれないが、私には人への配慮、自然と溶け込む建築と空間、すべてが楽だった。これ、自動ドアの速度だったりとか、段差の消し方だったりとか、案内表示の言葉選びだったりとか、一つ一つ細かく見れば地味、ディテールにこだわれているんですけれども、これがですね、自由勝手に生きていきたい人には合わないかもしれません。でも、人との距離を大切にしてるんだったりとか、ルール、丁寧さを大切にする人には疲れない国になります。4番目、物価です。長引く円安でソウルより物価が安く感じた。買い物の多くを近所のスーパーでしたからかもしれないけどね。これはですね、最近日本に来た韓国人が言うコメント結構多くなってるかもしれないです。韓国ですね、コンビニでペットボトルのコーラがですね、250円するんですね。この10年間で生活費、食費が 1.5 倍前後値上がりしているイメージなんですよ。5つ目、年齢層の共存。高齢化社会なのに、街でお年寄りが普通に買い物や運動をしていた。横を歩いていた60代の韓国人も、ここは老人が行きやすい国だと言っていた。これ、もちろん韓国でも年寄りが家の外に出ても大丈夫ですけれども、日本の方がもう少し共存するイメージです。例えば、韓国だとお年寄りがバイトすることはほぼありません。日本だとですね、マクドナルドとかカフェとか行くと普通に活躍されていますよね。最後、6番目。40代の自分は日本でできる仕事はあるかな？娘たちが大学に行く頃なら住んでみれるのかな？これですね、観光の最後に住んでみたいって話が出てくるのが最高ですよね。僕も高校生時代に秋葉原で観光していて、いつかこの面白い国に住んでみたいなって思ってたんですよ。そしてそれがたまたま今、日本留学という形で実現できています。二人目の話、名古屋の話です。おもんない年と笑っていた韓国人が記憶を書き換えられたという話です。名古屋の投稿なんですけども、こちらも原文を翻訳して、その後僕の解説という形でいきます。名古屋、おもんない年って聞いてたんだけど、これですね、韓国人観光客でこのように思ってる人がいるんですね。東京は巨大都会スキル、大阪は京都、奈良、神戸、観光地が迫力ある。ほんで、名古屋何やるんだっけみたいな形で、この他の都市と比べてみると、でかいパンチ力があんまり比較すると少ないかもしれません。そしてですね、この韓国の方、名古屋に到着して第一印象があります。一つ目、ここ、ソウルって思ってた。あんまりにもソウルと似ていて驚いた。道路の雰囲気も人の感じも、これですね、めちゃくちゃ鋭いです。名古屋ってですね、東京や関西ほど見せることを意識した都市じゃないんですよね。その観光目的で皆さんいっぱい来て経済を活性化してくださいみたいな感じの都市ではないんですよね。メーカーなどの工場がたくさんあって生活インフラ中心で整っている。またソウルみたいに車中心の広い道路設計、収容地域を通る電車、
だから韓国人は無意識中に落ち着くかもしれないです。二つ目、日本はタワーが好き。間違いない。東京タワー、京都タワー、大阪の通天閣、名古屋未来タワー、他にもあるんじゃないよ。わら、これですね、日本人にとってタワーは街の象徴にもなりますよね。ここが中心だよと静かに教えてくれる存在。これ日本らしいです。韓国でタワーで有名なのはソウルの南山タワー程度なんですね。他の地域にもタワー自体あるんですけれども、この年はこれ、この年はこれ、みたいな形ではなくて、日本と風景が違ったりします。3番目、懐かしい公衆電話。アナログの国だからまだ使ってんのかな？久しぶりに会ったら昔の友達に会った気分。使ったことは少ないけど嬉しい。これですね、韓国でもう公衆電話100% 近く消えました。韓国人の考え方として、もう使わないならどんどん新しいことを取り入れて便利になろうぜ的にもうガツガツいくんですね。日本は使わないの？じゃあ捨てるとかじゃなくて、まだ必要な人がいるのから残す。子供、高齢者、特に災害を考えると、こういう公衆電話必須の場合もありますよね。この思想が街の安心感を支えています。最後の話。名古屋は僕の記憶の中ではソウルとして保存。おもんないかどうかはこれから見極めていきたい。これですね、派手じゃない。でも、暮らせる匂いがする都市。名古屋は一発で感動させる都市ではない方かもしれません。住んで、歩いて気づいた人だけが評価を変える都市。ある意味では本当の日本が見える場所かもしれません。3人目の話、松山です。何もないと思って行った先に日本の本質に触れてしまったという話です。最後はですね、日本の地方都市、松山の話をしていきます。日本の小都市なんて正直そこまで期待していなかったけど、ものすごく満足して帰ってきました。初めての日本の小都市、松山に行くので、正直やることが少なそうで不安だった。計画中も出発当日までもずっと心配だった。これ解説するとですね、小都市は、期待されない場合があります。日本旅行って考えているんだが、北海道、京都、東京みたいなイメージが強すぎて、それに比べると、松山ってそこまでのパンチ力あるんだっけって、思ってしまう。皆さんも韓国旅行行くとなった時に、ソウルとかプサンならなんとなくわかってるじゃないですか。でもテジョンとかチェジュって言われたら、どういったイメージがつけますか？それと同じような感覚です。次、でも実際に行ってみたら、日本の小都市の感覚が何なのか分かった。夕方、ただ海辺と電車を挑めながらぼーっとして自然を感じてゆっくり走る路面電車と人の流れを見ていた。松山旅行で何をするかを考えなかったら逆にたくさんのものが見えた。ここ、すごく重要です。観光じゃなくて時間の使い方が主役に変わる瞬間。日本の地方都市は何かをしなくても成立する。音がうるさくない。視界が忙しくない。だからただ立ち止まれます。日本人は何をして生きているのか。日本という国の自然は何が静かに見えてきます。落ち着き、レトロ感。これはイベントではなくて、空気として存在しているってことが魅力ですね。次、松山は韓国から直行便があって、韓国人向けのクーポンも出している。だから最近訪れる人が増えている。これですね、地方投資の経済を活性化させるために自治体が頑張って働いています。日本は東京と京都だけじゃないですよと、もっともっと魅力があるんですよと、実際にまだ韓国人にこの魅力を知られていない人、でない人も多くて、このようなきっかけは本当に大事なんですね。次。自分もクーポンに釣られてきたけど、気づいたら日本の小都市そのものに惹かれていた。これが日本の怖いところです。僕はこれまで31カ国を旅しましたが、日本は一つの国の中で回れる観光地の数が非常に多い国でした。北海道、九州、東京、大阪、名古屋、松山、沖縄などいろんな見どころがある。だからこそこのように他の都市もどんどん連鎖作用で、見てもらいたいっていうのが僕の気持ちです。以上です。テレビやネットで見る外国人って正直どうしてますか？騒ぐ、ルール守らない、迷惑をかける、そんな映像ばかりが流れていませんか？はっきり言います。僕もそういう人は嫌いですし、日本に来てほしくありません。でも一方で、今日紹介したように、日本の日常を静かに歩き、街を壊さず、文化を尊重しながら感動している韓国人も確かに存在しています。そしてその延長線上で、ここで住んでみたいと思い、実際に日本で暮らすようになった僕みたいな人間もいます。もし街で外国人を見かけたとき、騒がしくもなく丁寧でちゃんとしている人だったら、優しく接してみてはどうでしょうか。日本人の品格をぜひ見せてください。素敵な日本人と外国人で会える日本を願いながら動画を終わります。よろしければ次の動画を見てください。以上、パックンでした。アニョン。